皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、Twitter が中国政府よりかもしくはその関連が疑われているアカウントというものを大量に削除しました。これに関連してネット上における工作戦についての話を少ししましょう。今ネット上ではある特定のキーワードが大量に溢れるようになると、それがみんなの関心事であるとして注目されるシステムというものが広く知られるようになっています。この仕組み自体は、今みんなが一体何に関心があるのかなというのをリアルタイムに見ることができ、ある程度その意味はあります。しかし、そのシステムを悪用することにより、世論工作にも活用できるというのが今の現状なのです。中国がどのように関わっているか、今回はその関連ニュースを見ていきましょう。Twitter、中国政府寄りのアカウント17万件を削除。新型コロナ関連で世論誘導。Twitter は11日、中国政府とつながりがあるとみられるアカウント17万件を削除したと発表した。これらのアカウントでは、香港での抗議デモや新型コロナウイルスなどのテーマについて誤解を招くような投稿が行われていたという。Twitter は地政学的テーマに関して中国共産党政府に有利な主張を拡散していたアカウントを削除したと説明。世論誘導をめぐる同社の規定に違反するためだとしている。当該のアカウントの分析を手掛けた専門家によると、新型コロナについて今春にかけ投稿があったアカウントの多くは1月下旬に初めて開設されていた。その内容は中国のウイルス対応を称賛したり、パンデミック、世界的な感染拡大に絡めてアメリカや香港の活動家への敵意を煽るものだったという。ツイッターは中国政府を利する世論誘導に中核的な役割を果たしたとするアカウント23,750件を特定。さらに15万件のアカウントが前者の投稿をリツイートするなどして誘導効果の増幅に使用されたと分析した。専門家の調べによると、中核的な23,750件のアカウントからは合計34万8,608回のツイートが行われたという。もう少し内容を掘り下げた記事も見ていきましょう。ツイッターから大量削除された中国、ロシア、トルコのアカウントの傾向を分析した結果分かったこととは。ツイッターはポリシーに違反するアカウントの削除を行っていますが、新たに中国、ロシア、トルコの3カ国で削除された大量のアカウントをスタンフォード大学の研究機関と情報共有し分析したところ、それぞれの国に傾向が見られました。中国。ツイートは主に香港民主化デモ、新型コロナウイルス感染症 COVID-19、核分岐し、台湾の4つに分けられ、台湾は他3つに比べると規模が小さいものの、データセットとして顕著な傾向が見られたとのこと。COVID-19 に関するツイートは2020年1月末頃から始まり、3月末にピークを記録。多くのアカウントは1月末に投稿を始める数週間前に作られたものでしたが、中には2019年9月に作成され、3月末に COVID-19 について投稿し出すまで休眠状態のものもあったそうです。その投稿内容は、中国の COVID-19 に対する反応を称賛するものや、アメリカや台湾の対応と比較するもの、そして香港の活動家を攻撃する方法として COVID-19 を利用するものなど、また COVID-19 の封じ込めに成功した台湾ではなく、中国の COVID-19 対策を繰り返し称賛する英語のアカウントも存在したと報告されています。そして2019年8月に大量削除されたアカウントと同様に、これらのアカウントはフォロワーが10人以下で、プロフィールがなく、似たような名付け方で同じ日に作成されていました。香港民主化デモや中国共産党の実情を暴露し、アメリカに亡命した核分岐氏についての投稿は、特定の出来事に関連して増加しており、その内容は、デモに対抗すること、核分岐氏が元アメリカ首席戦略官スティーブン・バノン氏と契約を結んでいたことへの非難に集中していたとのこと。ロシアでは親クレムリン、反プーチンへの批判、そして反西欧の主張を行う SNS グループ、カレントポリシーと関連しているとみられるアカウント1152個が削除されました。これらアカウントは343万4792件の投稿を行っていました。カレントポリシーは2013年にツイッター上で活動を開始し、2019年11月にアカウントが削除されるまでに15万フォロワーを獲得し、
5万8000回もの投稿を行っていたとのこと。削除されたアカウントは、ウラジミール・プーチン大統領を応援し、政府の活動を広げるために利用されていました。政府の公式アカウントやロシアの政治家を自称するものもあったと報告されています。トルコでは3694万8524回の投稿を行った7340アカウントが削除されました。この中には同じ日に似たようなユーザー名で登録されたアカウントが含まれており、テロ組織を母体に持つ公正発展党を推進するリツイートの輪が確認されています。また、削除されたアカウントの一部はトルコ政府を批判する組織とつながっており、組織が中傷を行ったことにより削除が行われました。またツイートにはエルドアン大統領の権力を強化した2017年トルコ憲法改正国民投票を促進するものも含まれたほか、2019年のトルコ軍によるシリア侵略の支持者を増やそうと意図するものも確認されています。まず最初にインターネット上における世論誘導やもしくは世論工作といったものを中国政府がやっているかやっていないかといえばやっています。そしてそのこと自体は別に隠しているわけではありません。そもそもかなり有名な話として中国はグレートウォールというものを設けて中国国内と中国のその他の国々というものの間でインターネット上で壁のようなものを設けて言論がある程度コントロールできるようにしています。そして中国国内における発言などがあれば、グレートウォール内であれば常に監視対象であり、問題がある発言についてはすぐに消されるようになっています。ですから、そのこと自体は別に中国政府も隠していませんし、中国の人民もそのことを知った上でインターネット上で活動を行っています。だからこそ、そうした言論の統制などの反感を持つ人々というのは、グレートウォールの外において、なるべく中国の情報を発信しようとするのです。ですから、中国におけるこうした言論の工作やもしくは統制というものは日常業務として行われているものであり、その日常業務であるからこそ、その職業についても別に隠されたものではないのです。ですが、そのような言論統制に関わっている職業であるということを知られて、別に誇らしいわけではありません。ですから、インターネット上においても、ご毛頭と呼ばれることが多いです。これは、1回の書き込みにつき何円もらえるかなという具合にして、仕事で言論統制に関わっている人たちに対する蔑みの言葉です。このご毛頭の役割というのは、中国国内においてはグレートウォール内で言論統制を行い、そしてご毛頭の活動はグレートウォールの外においても中国を称賛するような活動をしているということが報告されています。彼らの活動というものは国内においては中国共産党について称賛し、そしてその批判というものを押さえつけるのと同じように他の国々においてもやはり中国共産党を称賛するような活動が見られますが、ただし一つだけ違うことがあります。その国に対する政権批判の動きを盛り上げるということもご毛頭の活動です。例えば中国に対する制裁をかけているトランプ政権、このトランプ政権に対する世論工作というものもご毛頭の仕事のうちです。例えばトランプ政権が天安門事件について批判した、そのことを意趣返しとして黒人抗議デモに対する弾圧を行っているではないか、アメリカには中国を批判する資格などないといった具合にしてトランプ政権を批判するのです。こういったインターネット上の活動が盛んになることによって中国共産党がアメリカにおける抗議デモの黒幕ではないかという風な話にもつながるのです。また今回の記事では取り上げられてはいませんが、アメリカに対する工作戦というものは中国だけが行っているわけではありません。中国の他にもロシアや北朝鮮やイランといった国々などはアメリカに対する世論工作というものを日常的に行っている国々です。またその活動の一つの特徴としているのが質より量ということです。最初の方でも述べましたが、特定のキーワードが短時間で急激に拡散されると、これはみんなの関心が高いんだなというふうに見られます。この仕組みを利用することができれば、一つ一つのアカウントに手の込んだことをする必要はないのです。活動もろくにしていないようなアカウントでも、それが何十万、何百万、何千万という具合にして、あの人が発言したものをみんなでどんどん拡散していくよという活動すること、それ自体がインターネット上であたかも大きな世論を作り出しているかのような幻想を生み出すことができるのです。そして日本の状況についても考えてみましょう。そもそも中国が行っている情報工作戦というものは対アメリカだけではありません。それこそ
オーストラリアであろうともカナダであろうともヨーロッパの国々であろうとも自国にとって都合の良い情報をなるべく増やそうとするのがそれが工作戦のことであり、そのために特定の国家に特にこだわりはないのです。対象国は全ての国と言って良いでしょう。ですから日本の中においても同じように中国共産党にとって都合の良くなるような情報工作戦というのは行われているのです。しかし日本のインターネット上において中国共産党を称賛するようなそういった世論というものが見られるかというとあまり見かけません。ではどのような形で日本で活動しているかというと、それは中国共産にとって都合の悪い政策やもしくは都合の悪い政権に対しては批判的な活動を支援する、そういった活動に彼らが力を注いでいると考えられます。中国共産党本体としてみれば、例えば日本の政治家を抱き込んで親中派の議員にするといったことができるわけですが、その会の組織である五毛党などはそうした政治家を直接動かせるような力はありません。ですから中国共産党が親中派の議員を動かしているのとはまた別次元で、五毛党などは自分たちのできることとして政権批判のための世論工作を行うということをしているのでしょう。ですから、時々インターネット上でおかしなことが起こっていることは皆さんも時々見かけるかとは思います。例えば日本政府がある特定の国にとっては都合の悪い政策を打ち出したとします。しかし、日本国内から見れば、これは日本を守るために良い政策だなというものがあったりします。つまり、日本にとっては良くて相手国にとっては悪いという状況です。どんな時でもそうですが、政府の行うことに対して懐疑的な人たちというのはたくさんいるものです。そのような人たちを焚きつけるために、ことさらに小さいことを大きく問題化し、そして数値をごまかしたりなどして、我々のやっていることは政権を倒すためには必要なんだといったことを言うかもしれません。しかし、そのような数のごまかしなどを使ったとしても、より多くの人々がショックを受けて、ああ、それは政権批判として当然だな。今の日本政府のやっていることは大間違いだ。なんてことをやっているんだという怒りを焚きつけることさえできれば、後になってその数値というものが大幅に間違っていたり、特定の国にとっては非常に悪いことではあるが、日本にとっては良いことだと後から分かったとしても、そのような是正する内容というものは多くの人に広がらないことが分かっています。ですから、最初に言ったもの勝ちだというこの法則を利用すれば、政権批判というものはある程度成功するのです。ですから、何か問題が起こった時に、言い出した本人が知るか知らないかというのは少し横に置いとくとしても、中国の支援が入っているかもしれないなと少し立ち止まって考える必要があるかもしれません。そのように現在のインターネット上における情報工作戦というものは、ほぼ日常的に行われているところが今回のことからもお分かりだと思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。